皆さんお疲れ様です。今回はですね、テンショナーボルトについてですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。私もですね、テンショナーボルトを交換したわけなんですけども、これなぜ、交換したかと言いますと、エンジンのですね、音が、ガタガタガタっとうるさいということで、もしかしたらタイミングチェーンがですね、ちょっと緩んで、で、ちょっと音を出してるのかと思って、ちょっと交換したわけなんですけども、それがですね、意外な結果にですね、ちょっとなっていったわけですね。はい。はい、こちらがですね、テンショナーボルトになります。今回、交換した部品について、これ、対策品の、テンショナーボルトになります。で、対策品はですね、ボルトの頭が、こういうふうに、丸のですね、この溝が切ってあります。これがね、対策品となりますので、これをですね、最終つける形にすれば、問題なく動くということになります。これをですね、ちょっと言い換えますと、この、形状のボルトがついていない車については、もしかすると何らかの形で不具合が起こる可能性があるということとも言えますので、ちょっとその辺をね、交換前に、自分がどういうボルトがつ結構いているのか硬い。っていうのは、まずね、確かめる必要があります。で、ちなみに私のは、この同じね、対策品がついておりました。ということでね、実際にボルトを外す作業の方なんですけども、こちらについてはですね、ダクト類とかね、ちょっとこの外す手間はあるものの、作業としてはですね、それほど難しいものではございませんでした。ですね、ボルトもね、結構大きいので、外してね、なくすこととかもね、あんまりないんで、これはですね、結構ね、素人、私でもね、それほど悩むことなく、できました。まあ、来たね。はい、ということで、一応ね、ついてるボルトをですね、外してちょっと確かめてみたんですけども、やはりですね、新品のテンショナーボルトと比べて、ついてたテンショナーボルトについては、若干なんですけども、ちょっとバネ圧が下がってるような、気がいたしました。やはりね、新品の方はね、バネがね、結構きついですね。で、ということでね、やはりこのへたりがね、あるのかということで、私の場合は新しい、テンショナーボルトに交換して、乗ってみたわけなんですね。まあね、変わらんかな。まあ、若干柔らかいような気はするけど、結構硬いですけどね。あんま変わらへんような気するな。あ、まあ、一応買ったんで、交換してみます。やっぱちょっと硬いですかね。
はい。ということでですね、新しいね、テンショナーボルトをこう取り付けて、いったわけなんですけども、先ほどね、ちょっと外したボルトとの確認の中で言ってましたが、若干ね、ほんま若干です。だけ、ちょっとね、ついてた、テンショナーボルトの方のバネ圧が、あの柔らかい、感じがいたしました。これがですね、この若干の差がですね、後々ですね、大きく、響いてきたわけなんですよね。あとですね、この作業の一番難しいところと言いましたら、最後のですね、トルク管理、こちらがですね、この作業での一番の重要なポイントかなと思います。でね、これのね、トルクもそうなんですけども、この締め付け方でですね、この後のですね、この走りに大きくですね、こう変化をもたらすことに、なったわけなんですよね。はい、ということで、テンショナーボルト交換後こう走ったわけなんですけども、交換後ね、一番最初に感じたのは、なんですかね、こうダイレクト感、こう踏み込んだ時にね、ぐっとこのすぐにね、このトルクがかかるような感じがね、なんとなくね、こうしまして、こうレスポンスがこう上がったような気がいたしました。ということでね、やった、こう交換してやっぱり良かったなと思ったんですけども、その後です。その後がですね、この減速にね、こう入ってきた時に、ある一定のところ、速度かなまで落ちたら、こうノッキングのようなこう症状が来たんですね。で、これなんでだろうと思って、こういろいろこう試してたんですけども、どうやらですね、この新しいテンショナーボルトのこのバネ圧と、規定トルクで一応締めたんですけど、この締め具合がですね、こう微妙にアンバランスになってたようで、ちょっとね、そういう風なこうギクシャクとしたね、走りになって、もう非常にですね、最初ね、もう交換前、調子良かったんですけども、逆に調子が悪くなったというような現象が起こりました。だからですね、皆さんがもしテンショナーボルトを交換する際は、十分ね、まず対策品かどうかを確かめてみて、なおかつ、走りにね、なんか問題があるのかどうかっていうのをね、確かめてからね、交換することをお勧めいたします。結局私はどうしたかと言いますと、元のですね、テンショナーボルトに戻しました。で、それでね、あとちょっと微妙にその締め付け圧ですかね、締め付け具合をこう調整しましたら、なんとかですね、元の状態まで戻すことができましたので、現在はせっかく買ったテンショナーボルトをこう持ってたんですけども、それはもう使わずに、昔のそのついてたものを使っているという状態になっております。ここでね、一つ思ったのは、やはりですね、テンショナーボルトを交換するのはいいんですけども、それをこう支えてる周りの部品ですね、例えばそのタイミングチェーンとか、そのチェーンガイド、そういうのも一緒くたに交換することによって、やはりね、その調子の良さっていうのがね、こう実感できるようになるのかなと思います。伸びたチェーンに、バネ圧の弱いテンショナーボルトっていうのはある意味ですね、ベストな状態であって、そのうちの部品の一つを交換したらですね、こうバランスが崩れて余計調子が悪くなるというような、不具合になったのかなという想像です。はい。ということでね、皆さんもね、私もね、テンショナーボート交換しましたみたいな動画上げたんですけども、実際の話はこういうふうな不具合があったとい
いうことで、十分ですね、効果の際にはよく考えて、ちょっと作業していただくように、した方がちょっとね、いいと思いますので、はい、参考にしていただいたらいいかなと思います。はい、それではですね、今回の、ロビンクの部屋はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。